ハローワールド漫画先輩だよ。今日はね、ジョシュア君からまた質問が来てくださってる。ありがとうジョシュア、サンキュージョシュア、ベリーマッチ。さあ、でどんなことかというと、今絵を描いてくれていて、ナイスピクチャー。しかし本人的には not nice picture なので、どうしたらいいと what doing 任せておけ。実際ね、それどういう風に手を入れるといいのかという、その何パターンかをお伝えしていこうと思う。じゃあモニターよし、スターティングな。ジョシュアから送られてきた健康談読む？僕が読むと台無しじゃない？大丈夫？大丈夫。Greetings all. My name is Joshua. Ever since I was a young man, I've wanted to be involved in some sort of creative work. なんだその会話。When I was in high school, 私がハイスクールだった頃、I fell in love with manga and anime. I was inspired by the art and storytelling of manga, and I set off on the path into the world of manga art. 割と簡単めな英語で書いてくれている気がする。However, しかしながら、there has always been an obstacle in my path that has hindered my progress since day one. 急に英語力が上がったな。なんだと。I'm an American who can't speak any Japanese. OK、いい絵が入ってる。大変だよと。アメリカンだからな。日本語わかんねえからな。よし、OK。で、これがジョシュアなんだね。ナイスジョシュア、君はボトルだったんだね。結構いいと思うけどね。いいよ、ナイスジョシュアですよ。ナイスジョシュア、なんだそれ。割とうまく描けてると思っている。素晴らしいじゃないか。で、あとは多分だから仕上げの部分とかかな。どういう風に仕上げていくか。で、これね、多分だけど、もう1レイヤー作って、プラスレイヤー1して、ハイライトの処理を入れてあげるだけでもだいぶ違うと思う。プラスハイライト。ジャパニーズ言い方的にはハイライトって言いますよね。白を入れるということです。プラスホワイト。例えばこっちから光当たってるとしてね。左上から。これだけでもだいぶ違う。OK？ ほんのちょっと手を入れただけだけど、完成度が少し上がってみないか。これがあるのと、これがないのでは、だいぶ違うでしょう。この作業があるのかないのかで結構違うよ。というわけで、もう一個。例えばこれもいいよね。そのホワイトが入ってて。でももっと入れることはできるかもしれない。例えばこういうところ。光入ってる位置を確かめてくれ。こっちから来てるんだと。今、光が回り込んでるっていう両方にあることも悪くはない。悪くはないが、もうちょっとこっち側を出して。これが回り込んでるんだったね。強いライトが当たってるんだったら、ここは飛ばして。こういうこととかもできるよ。こういうこともできちゃうし、さらには、こんなことをしちゃうことだっていい。まあちょっとこのシーンに合うかわかんないけど、やろうと思えばできちゃう。こういう形にしてる。細かいよって思うかもしれないけど、こういう細かさが意外と違うのだ。これがあるのとないのではだいぶ違うでしょ。OK か。そういう足りないのはあれか、輝きかもしれないぞ。ライト、ラッシュ、ね、シャイニング。
よし、明るく、そちらよく雲を少しじゃなくて、君は輝きが足りないだけど、ちょっと輝かしてやれば君はもっと輝く。ほら、どうだ。しかしちょっと白いとね、形を失われちゃうから、それはちょっとね、難しいところではあるね。あんまりやりすぎても、形が分かる程度にしたいね。で、こっちのガイナイスバイ。これは悪くないけどね、全然ね。そうだな。ただ今、白で白い線を出してというだけね。何か当たってそうなところに、ちょっと入れるだけで、そこに物があるんだと。光が当たってそこに物があるんだっていう感じに見えていく。という感じだろうか。これはそんな全然 OK だぜ。まあ、ちょっとこういう細い線はやっぱ細く表現してあげよう。なんかこのつなぎ目の線とかね。アメリカ国旗、フラッグ。アメリカフラッグ、アメリカンフラッグですよね。正常期ですよね。いいですね。もうちょっと入れるだけで良くなるよね。こんなところに入れたくないか。さあどうだっていうのを踏まえると、一段原稿の完成度が上がるよね。これですね。可愛かすぎた。いつ違うかもしれない。とりあえず信じない。大学信じゃないもんね。でもまあ、なんかこう、機械って結構多様な表情を撮るんで、本当に形自由に描いて、それなりに見えたりするんだよね。こんな感じとか。なんか、絵的に綺麗な形を描いてあげたら、なんかそれなりに、絵的に綺麗な形ってなんだってなるよね。まあでも、ここら辺はもう、なんていうのかな、フィーリング。それでいいのか。という感じ。で、まあこれがハイライトなんだけど、あとはもちろんもうちょっとベタを、ブラックを入れていくっていうこともできると思う。それはでも割と結構好み、作風によるんですよ。これ全然だから作風によってはこれであり、Your Justice。まあなんだけど、もっと他のジャスティスもある。他のジャスティスを見せていくと、例えばもっと影を入れることができる。ただ、そうするとね、少年漫画っぽさが減っていくんだ。どんどん青年漫画みたいに対象年齢が上がっていく。影になるところにもっと一段影を入れるとかも全然あり。ここはもっと、ここ違うか、これあれだ。手前側だもんね。手前側だとしても、ちょろっとこう影になるところってあると思う。それをもうちょっとこう増やしてあげるとか、もう、はい。これ映り込みまでしっかり入れてあげるとか、もっと表情を増やしていくことはできる。もっとそうだな、メインのところでいうと、ここら辺。で、ガンガンデータを入れて、画面を締めていくっていうこともできるよ。これも光と影を意識して、影だったら、どこら辺に入るかな。で、一部分だけやっぱ入れちゃうとそこだけ目立っちゃうから、他の部分にも影を増やしてで、これね、昔はこう、アナログでやると失敗するとクソ大変なことになる。だけどデジタルだったらまあまあ、消しゃいに後からベタ消せるんだよね。チャレンジだけしてみていいと思う。勇気ですよ、これは。こんなところに線入れたら大変になるんじゃないかみたいな勇気は、ブレイドは歯だ。ブレイブですよ。ブレイブで入れていくとちょっと金属っぽくなったりするように強いコントラストが金属にはあるんでね。これはね、これもほんとバランスがな。これだけでも結構いい感じ。やっぱ影が強くなると、その分、他の部分もちょっとずつ線が強くなると思うんですね。こういうところ、こういうなんか段差のところは線が入れられそうで、入れられるポイント。
おぉ、そんな企業がいるかみたいなのもね、唯一持ってくれているかな。フリーズブレイク。さあ、どうだ。じゃあ、だいぶ変わったでしょう。これがあるのと、これがないのでは、全然違う。全然違うが、結構作風だよね。どっちがいいとかじゃないと思う。これはもう好きな方でいい。だって急にシリアスすぎるでしょ、この女子は。シリアス女子はだもんね。どうしたみたいな。シリアス女子はで、コミカル女子はじゃないですか。こっちはコミカル。こっちシリアス。なので、どっちがいいのっていうのはちょっと、まあわからんですよ。好みで決めてくれ。よし、じゃあこっち行くか。大胆に入れちゃっていいと思うな。こんなとこ影入るみたいなところにですね、意外と大胆に打つ。いやー、ベタはね、ブレイク。それちゃダメだ。ここに入るんだって思っても、入れたらもうそれなりに見えるから。で、しかしじゃあ、今ベタバッて入れたが、なんかちょっとここのコントラスト強すぎるかなーって思った場合は、ここをグラデーショントーンにしてあげると結構あるかもしれないので、こんぐらいにしておけばコントラストが収まって、まあまあありかなみたいに見えたりすると。でもね、そうじゃなくてもね、結構ここの形を気を使ってやると綺麗な形で入ってれば、まあまあそんなに気にならないけどね、みたいなかな。こんなふうなことにしてる。よし。で、こちら。彼だ。で、彼は多分ね、ちょっとベタとの強いブラックが入っている、強いストロングブラックの割合をもうちょっとこんだけここに強く入るんだったら、他の部分にももうちょっと入れてもいいのかな。ベタを見出す愛が、ベタビジョンがいるんですね。これは、読む言ったけど。そのベタビジョンというのは何を意味してるんですか？ベタビジョンは多分ですけど、ベタをここに入れてもおかしくないだろうなっていう箇所を見つけていくビジョン。そのベタビジョンを鍛えるには、ベタビジョンを鍛えるには、ブレイク。まあ、もし強いてあるなら、写真を2回強化していくとかかな。じゃあ、こうやってベタの範囲が増えていくんだな、みたいなのってできなくもないような気がするんだけど、なんかうまい調整をするとね。僕の今どこに入れてるのかっていうのをちょっと観察してもらってですね。まあ、要は、どうしたって影の部分、光がこっちなんだったら、まあ、こっちは影になるであろうと。形に沿ってっていうのはあるないのかな。形に沿りつつも、ちょっと演出加える。演出っていうのは、嘘ついてもいいんですよ。そんな風にならねえだろってなっても、This is right。人間の目ってそれなりに、そういうもんでしょって見てくれるから、許してくれる。で、だからあとはここにどんな現れてくる、むしろ線の綺麗さ、形の綺麗さを見てるかもしれない。やっぱり絵として成立するシェイプがあると思うんですよ。それを見出していく。で、こんなところにこんな風に影なんて入らないんですよ。しかし、まあ、いいだろうと。ここら辺はやっぱトーンを入れたいね。濃いめのトーンとか入れたい。あとで入れよう。本当に光源っていうのって様々で、太陽だけじゃないから、そこにどんな光があるかって、その人にはわからない、その絵を見てる人にはわからないんだよね。だからこそ、割とここには自由が効いて、やっぱりいろんなところからの反射光とかもあるし、もう、いや、そこに影作るのおかしいでしょなんてことっていうのはあんまりなくて、ただ、絵の中での統一感っていうのが必要で、ここにこんだけ光、ここにこんだけ影が当たってるんだったら、ここもこれぐらい影当たるでしょみたいなことっていうのは絵の中に絶対必要。ここがこんだけ暗くなるなら、ここも同じぐらい
暗くなるでしょうっていう、その統一感が取れてるとバランスがいいと思うよ。すべて日本語で言ったね、今。俺は妹が困るやつ。すまん。バランスね。はい。彼との境目みたいなところはちょっとこう、掛け網みたいな表現を取ってあげるとね、境目の表現をして、まあちょっと古く見えるんだけどね、オールドスタイルに若干見えちゃうけど、一個あるなって思うのは、この影がね、しっかり入っていくとね、形の狂いも気にならなくなっていくっていうのがあるんだよね。いわゆるジャパニーズだとデッサン狂うみたいなこと言うんだけど、そこら辺もシェイプの崩れも、それが正解の形なんていうのは絶対それを見てる人には分かんないわけだから、影が入ることによって、そこに本当にその形のものがあるんだなっていうふうに見えるんだよね。こういうペタッとした一面ってね、意外とその影側と結構明度の差があるんだよね。黒板とかこういうものとか、同じ黒板でもブラックボード、こっちから光が当たってると 10% グレーから 50% グレーみたいな、結構同じグレーじゃないんだよね。だからこういうペタッと1枚のところもちょっとグラデにしてあげたりすると濃くなったりするよ。なんかこういうところは結構影だなって思ったら、こういうところこそなんかちょっとグラデを使っていいとかあるよね。あとは、これだね。もう月この年は。月年はもう。やっぱりここにこういう線が入っていたりするとどういう形やねんってなるから、ほんと細部に現れる形はね、気を使うみたいね。いいかいそれを褒めて、頑張って遅れ。ポイントは、ブレイブ。ブレイブと、シャイニングと、ブラック。お願いします。さあ、というわけで、今日やったのはね、This is 仕上げ。完成まで、パーフェクト原稿まで、ブラッシュアップみたいな段階だ。これがやっぱ大事で、プロとアマチュアの違いは仕上げに出るぞ、みたいな、アペアリング仕上げでございます。ので、ホワイティング、ブラッキングして、パーフェクトに仕上げていってくれ。ブレイブ。よし。また次回です。画面右下のさらに右下にいいねボタンがあるので、プリーズプッシュ。下にもレッドボタンがあるので、プリーズプッシュ。ファンボックスやら、ペイトリオンができたよ。ぜひ、応援してね。プリーズ、ブレイブ。ファイト漫画先輩、プリーズ。またねー。